はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパゲルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は素掘り水道2本紹介したいと思います。場所は千葉県君津市の坂畑というところになるんですけどね。ここの君津市道坂畑浦田線っていうのがあるんですけど、そこの水道になります。この地区は素掘り水道がたくさんあることで、名高い。房総の中にありましてもね、特に素掘り水道過密地帯なんですよ。で、素掘り水道が車道に6本、それからその先のね、今はもう通行止めになっちゃってるんですけど、ダートの廃道があるんですけどね、そこにさらに6本、合わせて12本の素掘り水道がね、こう連続して登場するという、超水道過密地帯です。今回の隧道はその中でもね、前半の車道の6本のうちの3本目と4本目になります。名前は大船木第一隧道と第二隧道。以前1本目と2本目のね、麹室第一隧道と第二隧道を紹介したことがあります。ここら辺にね、リンク出しておきますんで。今回の隧道はその続きみたいな感じになりますね。まず地図で簡単に位置関係を整理しておきたいと思います。ただこれはね、麹室第一第二隧道の動画の中でちょっと詳しめに紹介してありますので、今回はおさらいっていう感じで済ませておきたいと思います。今回の大船木第一第二隧道は JR 久留里線の終点上総亀山駅から直線距離で北東に2キロほど離れたところにあります。上総亀山駅からここに向かった場合、東に進んで、まず昭和44年竣工の藤林隧道を通ります。これは先ほど申しました12連発には含まれません。藤林隧道の先で坂畑の集落に入ります。しばらく進むと12連発の1本目と2本目、麹室第一隧道と第二隧道が現れます。それらを通り過ぎて1キロほど進むと、これから紹介する大船木第一隧道にたどり着きます。さらに200メートルほど先に大船木第二隧道があります。それではいよいよ本題の隧道の動画に行きたいと思います。まずは大船木第一隧道です。どうぞ。例のごとくと言いますか、隧道を背にしてぐるっと周囲を見回すところから始めています。この先というか来た道を100メートルほど戻りますと、江戸道への分岐があります。かつては久留里方面に向かう道として使われていたようです。この付近は江戸時代、川越藩の飛び領地で、江戸道に入って少し進んだところに横尾番所という番所の跡が残っているそうです。跡といっても石碑が残っているだけのようですけどね。この付近、今でも人里離れた山の中なので、当時は相当不便で寂しい場所だったのではないでしょうか。仕事で何かやらかしたり、人事構想で敗れた人の左遷先だったのかな、なんて勝手な想像をしたりしています。あくまで想像ですからね。なおこの時期はこの付近の山の中はおそらく山ビル天国になっているので、行かれる方は気をつけてくださいね。ここを含めこの路線の隧道はなかなか名前がわからなくて困っていました。ところがある時、国土交通省のサーバーで全国のトンネルの点検結果のリストを手に入れることができたんですね。で、どうやらここが大船木第一隧道というらしいということが分かりました。ただ、確信を持つことはできないでいたのですね。ところがその後、リストとは別の出典で、この名称の隧道を紹介しているサイトがあることに気がつきました。知ってる人は知ってるものだな、なんて感心したりしました。なお、竣工時期は不明です。ただし、明治40年代の地形図ではこの道の記載がないので、それ以降に建設されたのだと思います。ちなみに資料によればここは延長31メートルとのこと。ですが、とてもそんなに長くは見えませんよね。31メートルもあれば普通車が6台は縦列駐車ができるはずです。実際の延長を歩幅で測ったのですが、メモをなくしました。次に行った時にもう一度測ってくるつもりです。続いて大船木第二隧道です。どうぞ。同じような始まりで編集ミスじゃないかと思われた方もいるかもしれません。ところがおあいにくさま、ちゃんと別の隧道です。当然ですが、こちらの名称が判明した経緯は第一隧道と全く同じです。第一隧道に比べて若干縦長の断面が特徴です。国交省の資料によれば延長は20メートルとのこと。しかしやはりそこまで長くはないような気がします。ここも要再計測ですね。第一隧道もそうでしたが、隧道の中に電線が通っています。これはこの先に民家があるからです。
以前はちょっとした集落があったようですが、今では限界集落化しているようです。でも交通手段というか車さえあればこういうところで暮らすのも悪くないかもしれません。ちなみに30分もあればスーパーやコンビニ、お蕎麦屋さんやタイ料理屋さんに行くことができます。不便といえば不便なのですが、意外と楽しく暮らせそうな気もします。ただし、6本の隧道のうち1本でも崩落すると即孤立集落になります。また、冬場に雪が積もったりするとやはり即孤立ですね。非常食の備蓄は必須かもしれません。また、ここも第一隧道と同じですが、内部の落書きがひどいですね。坪り隧道の場合、落書きをされると、それを消すためには内壁を削り落とさなければなりません。つまり元に戻すことができないわけで、絶対にやめてもらいたいです。ダメです、ダメです、ダメです。で、これ、とある有名 YouTuber のパクリです。ダメです。ということで、今回の動画は以上になります。いかがだったでしょうかね。この動画、まあまあだと思ったら高評価、クソだと思ったらしょうがないんでこれ。よかったらチャンネル登録もお願いします。ということで今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。